はじめまして、ハグスの北浦健吾です。はじめまして、ハグスの黒川次郎です。というわけで、今回からこの対談形式でビデオをアップしてみようかという話があって、初回はそのハグスについて、話をしてくれって言われてんねんけど、記念すべき第1回ハグスについてって結構難しいよね。でもそのほとんどの人は、ハグスってなんやねんと、いうことを知らずにこのウェブサイトに訪れてくれたとか、もしくはYouTube 見てくれてはるっていう人がいてるわけで、その人らにちょっと簡単にハグスについて、話をしようということで、そんなん得意やんな、そういうところ。簡単にハグスについて自己紹介、まず簡単にプロフィールあたりから。ハグス、簡単に、申し上げますと、今一番大きくやってるのは農業ですよね。農業は今で1000ヘクタール規模の農場運営をしていたり、今他には養豚、養鶏、養殖ですとか、ここはシェムリアップの近郊ではそういう農畜産業が一番メインですね。であとはまた首都プノンペンの方ではレストラン。首都ちょっと大きくなかった。首都に住んでる方としてですね、首都プノンペンの方ではレストランを一つ運営をしたりですとか、最近そのカンボジアの若い方たちに向けてスクール、日本語を教えたり、またその接客なんかを教えたりなんていうこともやったりと、多岐にわたって、この2年間ですね、2年間いろいろありましたが、そもそもあれやんね、一応会社の形態としては、今をときめくシンガポールにそうですね、本籍地を置いて、そこの 100% 子会社という形で、我々ハグスの2人、代表者としてやってるわけで、会社としては2年前にスタートしたんやけど、次郎ちゃんのこっちに移ってきてもどんなぐらいなの？今2年2ヶ月経ちましたね。2年2ヶ月。家族で移住してきてから、それぐらいですね今。あれも結構むちゃくちゃな話よね。最初ちょっと俺がその次郎ちゃんに前に来てて永井さんというこれまでいずれこのビデオに必ず登場してもらわなければいけない、うちの名物の親子がいてるわけやけどもその永井さんたちと一緒に、カンボジアに来てくれて、初っ端に来ていや僕移住しようかなみたいな話になってあれは何でそんなにピンときたの？その当時、僕は27で起業して、30過ぎた頃ですね、やっぱもともと僕はそのイラク生まれで、これ話はまた長いんですけどイラクで生まれ、イラク戦争があったがために日本に戻ってですね、そんな生まれだったものですから、なんか世界っていうのにですね、常に世界に出なきゃと。会社もやっぱ世界で何かやりたいっていうのが、サッカーも一回イギリス行っとったんやな。そうですね、それ19の時ちょっとプロを目指してイギリスで10ヶ月ぐらい住んだこともあるんですけど、30超えてきた段階でもう一回世界回ってですね、ヨーロッパ行ったりアフリカ行ったりアジア行ったりと、でどこに行くべきかっていう中でカンボジアに、その時本当健吾さんが先に住まれてて。で、初めて来た時になぜかここだなと、とてもフィーリング的なものが合ってしまってですね、間違いなく合ってしまいまして、でさ、初っ端来た時はもちろん一人来てて家族とは来てなくてさ、それまでに家族にはさ、いずれ海外に移住しようみたいな話はしてた？軽くですね。軽く。あんまり向こう本気にも取ってないし。取ってなかったでしょうけどね。で帰っていきなりちょっとカンボジアに移住するぞみたいな話。それもちょうど品川区、東京品川区にちょっと家を建ててしまいまして、1年かけてですね、ようやく出来上がって3ヶ月後だったんですけど、もう売りに出すわとそれほんとさ、結局オチを言うとさ、その後奥さんも一緒にこっちに、奥さん子供やんな。しかも子供あれ何歳だっけあの時？2歳になったわけですね。2歳やんな。でその奥さんと子供はカンボジアに初めて来たのが引っ越してきたっていう、相当世間的には無茶ぶりな。1回だけ来ましたよ。それの前に来たっけ？1回だけその7月に、3年前の7月に僕が初めて来て、で移住を決めて、
で10月に1回家族連れて、ここシェムリアップに何日間かほんと数日間だけですけど、それはでも移住前提でしたけどね。移住前提でここに住むところを店に決めに行くんじゃなくて住む人見せてくださいみたいな。でそれで翌2月に家族で移ってきて、日本のその品川の家をですね、ちょっと引き渡して、ちょうどタイミングよくですね、カンボジアに、無事移住をできたということですね。当初セムリアップに移ってきて、そこからじゃあみんなで会社という形態で、組織を立ち上げようということでハウスを作って、そこからやっぱりこうカンボジア2拠点あるからさ、2人でセムリアップにこう集中してるのもあかんなということで、プノンペンに移って、そこでそれぞれの分野でこうやってきてるわけやけども、そこからどうこう、俺なんかそのカンボジアに来る前に、こんなたくさんの日本人の人と会うことになると思ってなかったが、それ次郎ちゃんがいろんな人とこうね接してこっちに案内してるっていうのもあんねんけど、去年で何人というより何社100社以上の企業さんに来てもらってますね。基本的に来ていただいているのはみんなその中小企業のオーナーさん。そうですね、中小企業の経営者の方ですね。で最初こっちに来ようと思った時はもちろんそのフィーリングがあったっていうのもあったんやけど、もちろんそのビジネス的にもなんかこう嗅覚があって、これは伸びるぞみたいな話が多分あったと思うんだけど、こんなに注目されると思ってた？いや、ここまでは、具体的にはイメージしてないですよね。なんとなく本当その可能性を感じるところはありましたけど、伸びしろはたくさんあるなと、なんかあるんじゃないかと思いましたけど、でもやっぱ本当この2年で急激にやっぱり成長してますしね。してるよね、国自体。またそのカンボジアについてっていうので一番組撮りたいなと思ってるんだけど、ここは軽くさらっと流すとしてもさ、2年前3年前って、俺もカンボジアをする時にボランティア行くのとか、ともすれば誘拐されんといてなとか、地雷踏むなよみたいな話とかがあって、そういうイメージの国やんか。で来てみて我々は違うと思ったけど、でもまだまだそんなカンボジアでビジネスをするなんて思ってる人はすごく少なかった状態やんか。それがなんか今や急にそのビジネスに視察に来るっていう人が1年間に100社以上、うちの会社のつながりだけでやから、もちろん他にもやってはる人がいてて、そこにも来てるわけで、これ相当な盛り上がり方をしてると思うんやけど、そうですね、本当にそれは2年前からしたらもう全然違いますよね。違うよね。ちょっとその辺についてまた別のビデオで撮っていこうということで、あとそのハウスのもう一つのその重要なポイントとしてはさ、ビジネスだけではないよっていうところで、どっちかっていうともともと我々社会貢献的というか、NGO 的なスタンスで始めたよね。その中でも特にカンボジアで何ができるのかって考えていた中で、地雷撤去の団体を支援してみようとか、個人を応援してみようとか、いろいろやってきたわけやねんけど、やっぱりそこにこう向かってフォーカスしていくっていうところは、やっぱりそのハウスの他とは違った部分なんや。そうですね。その教育面なんかも一つですしね、社会的に価値があることを、とビジネスを、両方追求していくっていうのはハウスの大事な考え方ですよね。そのあたりをまたじゃあゆっくりと話しましょう。ということで今回はこれで、ありがとうございました。ありがとうございました。